世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、講談社の社員さん5名にお願いしてですね、前回ご紹介した今現在 Steam にプライベート状態でアップロードしてあるデモバージョンをですね、開発メンバーとか講談社の担当社員だけが遊べる状態でアップロードしているものがあるんですけど、そちらをですね、実際にプレイしていただいて、初見レビューみたいな感じですね、プレイして感じたところとかをまとめていただいたので、そちらを読みながらですね、どういう風に改善していこうかっていうところを考えていきたいなと思います。あと少し話は変わるんですが、戦闘の BGM 収録、レコーディングの作業ですね、先週スタジオの方に見学させてもらいに行きまして、そちらで動画の方も撮影してきたので、来週ぐらいにはね、その戦闘 BGM レコーディングの動画も公開できると思うので、そちらも楽しみにお待ちください。じゃあ早速講談社の社員さんたちのレビューを見ていこうと思います。最初に1件だけね、良かった点というか、褒めているレビューを紹介しておきたいと思います。攻撃、ガード、回避の方向入力によるモーションの変化と、ただコマンド入力をするだけでない敵との駆け引きに手に汗握りました。実際に初めてプレイしてみて満足感を十分に得られましたが、細かい箇所の調整や警備の不具合の修正は必要かと存じます。だいたいこんな感じの論調の人が多かったですかね。戦い自体は面白いんだけど、ちょっとね、作りが雑なところもあるので、その辺が気になるという話ですね。実際にどういうところが良くなかったのか、悪い点ですね、見ていきたいと思います。最初からやれることが多すぎて脳がパンクしました。ボタンがどの動作に対応しているのかが一目でわかるような操作一覧が欲しい。これは複数の方から出ていた意見ですね。このゲームはニュートラルの状態でね、できるアクションっていうのがめちゃくちゃ多いので、その分操作も複雑なんですよね。入力自体が難しいというよりは、どのボタンがどのアクションだったかみたいなね、覚えるのが難しいっていうタイプです。普段よくアクションゲームをやってる社員さんとかでもね、なかなかその辺が難しかったみたいなので、これはぜひ改善したいということで、コントローラーの画像とかを使ったね、操作一覧っていうものを追加しようということにしました。スタートボタンを押した時にね、ゲームメニューっていうのが出るんですけど、ご覧のように左右がね、めちゃくちゃスペース空いてるので、このゲームメニューの選択肢をですね、左の方にずらしまして、空いた右側の大きなスペースに操作一覧を追加することにしました。こうすることでね、ゲーム中に困った時にスタートボタンを1回押すだけですぐ操作一覧にアクセスできるので、めちゃくちゃ便利じゃないかなと思います。それに伴ってですね、現状だとスタートボタンを押した時にゲーム内の時間が止まらないっていうね、いわゆるソウルシリーズみたいな仕様を採用してるんですけれども、それも初心者向けにね、時間が止まるようにした方がいいんじゃないかっていう提案もあったんですけど、これがね、ちょっと少し悩んでまして、というのも、三成さんにね、この案をちょっと相談してみたところ、ゲーム内時間もポーズするっていう仕様に変更する場合は、ちょっとね、他のところで別の不具合が出ちゃうみたいで、その不具合を潰すのにちょっと時間的なコストがね、かかっちゃいそうっていうことだったんですよね。ぶっちゃけ敵との距離を離してからね、スタートボタンを押せば、ほんと一瞬でね、操作一覧が表示されるので、敵の目を盗んでね、動きを確認するみたいな、もうそれもゲーム性の一つとして割り切っちゃってもいいのかなっていうのはちょっと思ってるところですね。その辺はちょっと皆さんの反応とかを見ながら決めていければなと思ってます。もしね、意見ある人いたらぜひコメント欄でお願いします。で、あとコントローラーの画像についてなんですが、これ実はソニーとか任天堂の公式がね、出してくれてるちゃんとした画像を引っ張ってこないとね、ゲーム内に載せちゃいけないっていうルールがあるので、ちょっと画像が準備できるまでは空欄という感じになってます。さあ、続いて気になったレビューですね。見ていきましょう。こちら、青い剣のチュートリアルを読むために R2 ボタンを押すと知罰が発動して死んでしまうことが結構あった。もう少し青い剣を調べる範囲を広くしてほしい。これね、一見読んだだけだとちょっと分かりにくいと思うんですけど、どういうことかっていうと、まずこの青い剣のチュートリアルっていうのが開発名称ではね、看板武器って呼んでるやつなんですけど、こんな感じで地面にね、剣が刺さってて、その近くで R2 ボタンをホールドすることで剣を掴んでね、そこに宿っている記憶を読むことができるっていうシステムです。これでチュートリアルの文章とか、あとフレーバーテキストなんかを読めるっていうものなんですけど、この剣をね、読もうとした時に知罰がなぜか発動してしまって死んでしまうということで、これ実は R2 ボタンがね、他の操作と共有されていることが原因なんですよね。
看板武器がないところで R2 ボタンを押すと、ちぎりっていうね、MP を使いすぎてオーバーヒートしてしまった状態を緩和するアクションが出せるんですけれども、このちぎりと看板武器を読む動作が、アクション的にね、かなり似ている動作なので、共通のボタンにしています。そしてもう一つ R2 ボタンがね、共通で使われている操作があって、それが接ぎですね。これはいわゆるゲージ技とか必殺技みたいなもんだと思ってくれればいいです。R2 を押すときにコマンド入力、つまり左スティックを上下左右のどこかに倒していると、この接ぎが出ます。なので、おそらくこのレビューの文章から推察するに、看板武器を読もうとしてね、そちらに歩いていって、そのまま R2 を押すことによって、前方向のコマンド入力の接ぎが出てしまってるんですよね。で、接ぎは必ず MP を消費するので、そのせいでね、オーバーヒート状態になって、地罰発生、そして死亡っていう流れなんじゃないかなと思います。これはね、正直目から鱗でしたね。僕自身正直もう操作に慣れすぎてて、看板武器を読もうとして接ぎが誤爆してしまうことってなかったんですよね。ただ初めてプレイする人で考えると、多分ね、9割9分ぐらいの確率で誤爆すると思います。だって遠くにあるね、看板武器のところに移動してから読むっていう流れに絶対なるはずなので、めちゃくちゃ高確率でこの前入力の接ぎが出ちゃうと思います。というわけで改善案としては、もう単純に看板武器を読める範囲内で R2 の入力があった場合は、左スティックのね、コマンド入力があったとしても、接ぎは出さずに看板武器を読む動作に移行するという風に仕様変更しました。そうするとね、看板武器の近くで必殺技接ぎが打てないじゃないかって思うかもしれないんですが、実はね、そもそもこの看板武器、戦闘中は読めないっていう仕組みになっているので、戦闘中であれば看板武器の近くでもそれを無視して必殺技接ぎを打てるようになっているので大丈夫かなと思います。さあ、そして続いてなんですが、これはレビューの後にね、あったミーティングで出てた話なんですけど、講談社のね、ゲームクリエイターズラボ部長であるね、良一さん、鈴木良一さんっていう方がね、出してくれたアイディアなんだけど、クリアタイムをね、表示するようにしようっていうものです。今回の体験版、最後の敵を倒すと、こんな感じでね、プレイしてくれてありがとうみたいなね、めちゃくちゃ熱い、ハイタカの書いた文章がね、読めるんだけど、ちょっとこれはモザイクかけとくね、みんなもぜひプレイしてクリアして読んでみてください。で、この画面にですね、実は僕の YouTube チャンネルにつながるリンクとかね、あと体験版リリースと同時にクラウドファンディングも実施する予定なので、そのクラファンのリンクとかもね、埋め込もうとしてるんですけど、ちょうどこの画面にですね、クリアタイムを表示するようにしようっていう提案ですね。これどういう狙いかっていうと、RTA、この場合は TA って言った方が正しいか。タイムアタックの遊びを盛り上げたいんですよね。例えば Twitter とかでね、開発者ハイタカのクリアタイムを上回ったら何々みたいなプロモーション企画とかもできるかもしれないし、単純に YouTuber、ゲーム実況者とかがクリアタイムを競うような流れが出るかもしれない。で、何より一番の狙いは、ここにクリアタイムがあることで、一般のプレイヤーたちがつぶやきたくなるっていう動機づけを狙ってるんですよね。しかも実はこれ裏の狙いもあって、この画面をつぶやいてくれることによって自然とね、ハイタカがクラファンしてるよっていう内容も伝わるようになっているというわけで、そっちの方がね、実は本命の狙いだったりするんですけど、本来こういう裏の狙いみたいなのはね、隠しとくべきかなとも思ったんですけど、いつもね、僕の動画見てくれてる視聴者さんには言っとこうかなっていうことで、未来の開発費にもつながるような取り組みということでね、クリアタイムすぐに実装させてもらいました。というわけで皆さんもぜひね、体験版プレイしてクリアした暁には、このクリアタイムの画面、SNS で共有拡散してくださるとありがたいです。というわけで今回はこの辺で失礼します。お疲れ様です。